中国分 VJ967 15番ゲートです。こんにちは。お散歩トラベルのももさんとひびさんです。今回はベトジェットエアーの旅をお届けします。今ここは香港国際空港なんですが、私たちはこれからダナンに向かうんですね。香港からダナンまでのフライト時間は1時間55分ほどです。香港とベトナムって実はかなり近いんですよね。あ、飲み物あった。じゃあ値段わかんないけど見て。ほらいくらだろう。あ、これなんか無人だ。ほら無人のほらクレジットカードで払うの。24時間電子レンジでご飯が食べられて無人で売っているところです。飲み物とかね、軽食とか、あとドラッグストア的なものも売ってますね。あれは上は何、お酒？ベトジェットエアーは LCC なので、機内では飲み物や食べ物は基本的にありません。しかもダナン到着が夜の11時過ぎなので、お店が開いているのかどうかも不安でした。ダナンのホテルにお水が用意されているのかどうかもわからなかったので、飛行機に乗る前に何か少し買っておきたかったんですね。香港国際空港の中には無人のコンビニみたいなお店がありました。こういうお店があるとちょっと安心ですよね。香港国際空港はとても大きい空港なので、ゲートによってはかなりの距離を歩かなくてはならないんです。ベトジェットエアーのような LCC は特にゲートが遠いので、早めにゲートに向かうのがおすすめです。これのんびりしてたらゲートまで行くのすごい時間かかって遅れちゃうね。すごい遠い。ちょっとパス移動で。香港からダナンへの直行便はベトジェットエアーの他に香港エクスプレスなどもあります。ベトジェットエアーは日本からハノイやホーチミンへの直行便を運航しています。ダナンへの直行便は今のところないようです。ですので、ダナンへ行くにはハノイかホーチミンで乗り換えるか、または香港やバンコクなどの第三国を経由するか、そんな感じの選択肢になるのかなと思います。私たちはベトナムはまだ行ったことがなくて、今回のダナンが初ベトナムとなります。ダナンはベトナムを代表するリゾート地で、開発がどんどん進んでいるらしいので、それが楽しみで今回はダナンを選んだんです。ダナンでは3つのホテルに宿泊しながら、ダナンの街やホイアンを旅する予定です。ベトジェットエアーの設立は2007年、エアアジアとの合弁で運航予定だったんですが、ベトナム政府が外資規制をしていたため、エアアジアが資本を引き上げたんですね。それで2011年12月にベトジェットエアーとして運航が開始されたという経緯があるそうです。まだ10年ちょっとの比較的新しい LCC ですね。機体の半分ほどが白と赤で塗り分けられて、そこに黄色い星と黄色いラインがアクセントになっています。ベトナムらしいベトナムの国旗のようなデザインの機体です。機体には大きくベトジェットエアー .com と白文字で書かれています。LCC を使うときにいつも思うんですが、スーツケースの預け入れが別料金になるので、私たちのように大きなスーツケースをいつも持っていく旅行客にとっては、実はそんなに割安感がないかなと思ったりします。機内のモニターとか電源とかもない場合が多いので、長時間のフライトでは LCC だと不便なことも多いんですが、今回のように2時間弱っていう短いフライトですと、日本の国内線並みの短さなので、LCC でもそんなに気にならないんじゃないかなと思います。ベトジェットエアーの機内に乗り込むと、ガンガン音楽がかかっていました。YouTube では音楽が著作権に引っかかってしまうので、ちょっと音を消したりしております。
シュッとあるかな。ついちゃう。各位贵宾，本飞机正在加油，为了您的安全，请留在座位并解开安全带，避免将行李放在走道。请关闭所有电子设备，严禁吸烟，包含电子烟，并且不要使用厕所。谢谢您的合作。多分できた。座席はやはりやや狭いですね。座った時に足と前の座席との間に指2本分ぐらいしかスペースがなかったので、背が高い方や足が長い方はきついかもしれません。座席の横幅もやや狭いので、ももさんは肩が少し席からはみ出していました。座席の作りは至ってシンプルです。テーブルと網やみのポケットがあるだけで、あとは何もありません。黒い座席に赤いシートベルトはかっこいいですよね。今回の機体はエアバス321でした。この機体は細長くて通路は真ん中に1本だけです。羽が曲がってるんだ。座席は左に3席、右に3席という配列でした。結構いろいろ種類がね、あるね。機内食は事前にオーダーしておくか、機内に乗ってからオーダーするかになりますが、種類は結構多かったですね。でも見た感じでは食べている人はあまりいなかったと思います。2時間弱のフライトですしね。あれか、US ドルだ。コーラでいくらって書いてる3ドル。?3 ドル。予約じゃん。コーラが3ドルなので日本円で450円くらいでした。ベトジェットエアにはスカイボスっていうサービスがあります。スカイボスにはチェックインカウンターの優先受付、最大50キロの受託手荷物が含まれます。VIP という位置づけになっているので、特別なサービスを受けられるそうです。ラウンジの利用もできて、機内の飲み物と食事もついています。アメニティももらえて、空港によっては保安検査場での優先もしてもらえるみたいです。ビジネスクラス的なサービスが受けられるのがこのスカイボスなんでしょうね。ジップエアとかだと座席も広くなるんですが、ベトジェットエアの場合は座席はあまり変わらないみたいです。なので LCC の安い料金にこのスカイボスをつけるのか、普通のフラッグシップキャリアに乗るのか、料金的にはそんなに変わらなくなってくると思うので、まあどちらがいいか、どちらを選択するかは人それぞれになるかなと思います。ベトジェットエアの乗務員さんの印象はどうだったかと言いますと、すごくフランクで砕けているというわけでもなく、かといってフレンドリーでないわけでもなく、物の扱い方が雑ということもなかったですし、可もなく不可もなくといった感じです。一つだけ気になったのは、機内で荷物を入れるオーバーヘッドコンパートメントがありますよね。そこにめちゃめちゃスプレーをかけて歩いていたんです。殺虫剤か消臭剤か除菌剤かわからないんですが、ボトル1本終わるぐらいシューッとスプレーしながら通路を歩いていくんです。さすがに殺虫剤をあの量撒くのはありえないと思うので、消臭剤か除菌剤みたいなものかなと思うんですが、それがちょっととってもね、気になりましたね。あれは何だったんでしょうね。LCC で結構私が好きなのは乗務員さんの安全デモンストレーションなんです。機内ビデオがないので乗務員が実際に救命胴衣などの実演をしますよね。だいたいやることはどの航空会社もそれほど変わらないんですが、人間がやるのを見る方がお得な感じがします。あのアナログな感じがなんかいいなって毎回実演を見るたびに思います。ANA とか JAL でも故障などでビデオが使えない場合は CA さんが実演することがありますが、それってなんだかレア感があって楽しくなりますよね。モニターが故障しているのでその後のフライトは映画とか見られないから、実際はすごく不便なんですけど、普段は見られない CA さんたちの実演を見られるのはとってもラッキーに感じてしまいます。CA さんは女性も男性も乗ってらっしゃいました。海外の飛行機だと男性の乗務員っていうのはほとんど必ずと言っていいほど乗っていますよね。
日本も男性が1人ぐらい乗っていたりしますが、もっと男性乗務員が多くてもいいのになと思います。機内でいろいろなトラブルが起こることがありますよね。そういう時に男性乗務員がいることでかなり安心感があるんじゃないかなと思います。ベトジェットエアに対するネットの口コミを見るとかなり評価が分かれているようです。でもその口コミをよく読んでみると、どうやら LCC という認識があまりなくて、ANA や JAL のようなフラッグシップキャリアのようなサービスのイメージを抱いているのかなと感じるコメントが多かったりします。毛布を貸してくれないとか、遅延に対する対応が悪いとか、そういうのは LCC だから仕方ない部分ではないかなと思います。LCC を利用する場合は、ある程度の覚悟というか、諦めが必要かもしれません。サービスが良くて安くてお得っていうわけでは決してないんですよね。安くするためにサービスを削ぎ落としている、必要最小限に抑えられているのだということを利用する乗客もしっかり認識しなくてはいけないのかもしれませんね。Quý khách vui lòng vẫn ngồi yên tại chỗ, cài dây an toàn và không mở hộp hành lý. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Da Nang International Airport, Da Nang City, Vietnam. The local time now is 10:21, and the outside temperature is around 19 degrees Celsius. ベトジェットエアで日本からダナンに行こうとする場合、直行便がないので、ハノイかシンガポールでの乗り継ぎになります。例えば朝8時55分に成田を出発して、シンガポール乗り継ぎでダナンに着くのは17時35分です。ダナンに行くにはベトナム航空に直行便があるようなので、それが一番日本からは早いです。ダナンに到着しました。雨が降ってます。6万ったら6万ドン、ゼロ2つ消すと6万。タクシー乗り場から乗れば大丈夫かな。下調べでは空港からホテルまではタクシーで約6万ドンという金額の目安だったんですが、なんと空港のタクシーで私たちはいきなりぼったくられることになります。夜中だったこともあり、グラブではなくてタクシーを利用しようと思ったのが大きな間違いでした。タクシーの呼び込みのおじさんたちが何人か大声で声をかけてきました。あ、サンリバーホテル。おじさんはさっさと私のスーツケースを車へと引っ張っていきます。My name hotel. My name hotel. あ、サンリバーホテル。サンリバーホテル。Sun River. サンリバー。Sun River hotel. Sun River. Okay. Sun River two people. 250,000 Vietnam. 50,000. 250. Okay. 250? 250. Sometimes $10. 6万ドンくらいのはずが、まさかの25万ドンといきなりぼったくりにあってしまいます。さて、私たちの初めてのベトナム、ダナンの旅はこれからどうなってしまうのでしょう。ダナンの旅は次回へと続きます。お散歩トラベルでは日本の旅や世界の旅をお届けしています。よろしかったらチャンネル登録をしておいてくださいね。コメントもお待ちしています。私たちがお返事をいたしますので、ぜひ書き残していってくださいね。それではまた次の旅でお会いしましょう。